はい、どうも、戸岸亮太と実行社長です。今日はですね、はい、先ほど社長の方の動画で実行の新しいパン切り包丁なんですけど、これプレゼント企画でプレゼントすることになりまして、今回は、これと普通のロコの牛刀、これを使ってどっちが切りやすいのかっていう検証をしていきたいと思います。で、こっちパン切りで、こっち普通の牛刀なので、それぞれ何が切りやすくて何が切りにくいかみたいなのを、調べていけたらなと。で、今回切る食材はとりあえず食パンは切ります。で、あと試し切りの時によく使うトマト、切りにくい食材の代表格のかぼちゃ、あとは牛肉ですね。それを切っていきたいと思います。あとパイナップルか、フルーツのパイナップルを切っていきます。で、ちょっとこっちのロコがちょっと切れ味消耗しているので、それだけ軽く研いで切れるようにしてから検証していきます。で、こっちのパン切りは新品の状態なのでこのまま使っていきます。もう簡単に今回はコバだけつけて研いでいきます。はい、それでは今から軽く刃付けしていきます。じゃあまず旋盤ですね。ハイパーの旋盤です。じゃあこれでハイパー旋盤終わりです。はいね。はい、じゃあ次お旋盤です。これで5000番も終わりで、最後1万番ですね。はい、では最後こちらのカワットで刈り取って終わりです。はい、ということでいつも通りまず新聞で試し切りしていきます。はい、こんな感じですね。で、コピー用紙の筒もやっていきます。ということでいつも通りの切れ味にできましたんで、これで比較していきます。まずは、一番定番な食パンからやっていきますかね。僕は割と結構比較するんですけど、社長あんま知ったことないと思うので、ぜひ比べていただきたいなと。はい。さっきしたいですか？後がいいですか？一回見ようか。どう切るか。どう見るか見らな。はい。では、パンなんで、とりあえずパン切りからいきましょうかね。普通にこんぐらいの厚みで切っていきます。切れてるな。普通に切ったらこんな感じですね。やっぱ波場なんで、ギコギコしないと切れないような刃物です。こっちもそうなんですけどね。で、なるべく今ちょっと何回かしたんですけど、回数少なく、できるだけこの往復の回数少なく切ってみたいと思います。そうするとちょっと荒れちゃいますね。今何回やった？今2往復か。2往復でやると、こんな感じで荒れちゃうっていう感じです。荒れるんや。最初のやつがちゃんと切ってやった回数なんですけど、無理やり切らずに、無理やり押して切ると、パン切りといえどこんな感じでモケッとする感じですね。なので最初のこの1枚目のやつが適正回数ぐらいかなとは思います。続いてはこちらですね。切れ味がいい状態の牛刀、これでどんな感じで切れるかやってみます。まずはさっきみたいに、気持ちよく切れる回数でやっていきます。はい、こんな感じです。で
これ牛刀なんですけど、牛刀でもこんな感じでめちゃくちゃ綺麗に切れます。よくパン切りじゃないと切れないと思ってる方も多いと思うんですけど、切れ味いい包丁だったら全然普通の牛刀でも、こんな感じでめっちゃ切れる、切れ味よく綺麗に切ることができるんで、じゃあちょっとなるべく回数、同じ回数かいけたら1回でやってみます。1回は無理かな、長さ的に。いけます。はい、こんな感じです。同じ回数で切った感じですね。で、同じ回数で切ったんですけど、こっちの方が綺麗に切れました。違いで言うと、これがパン切りの2往復で切ったやつで、こっちが牛刀の2往復で切ったやつ。こんな感じになります。これが要は波刃っていうのが切れ味が落ちても切りやすいような形状の刃になるので、なんでより長くこのパンとかをずっと切りやすいっていう感じの状態で、こっちは最初はめちゃくちゃ切れるんですけど、消耗していくとなかなかパンは切りにくくなるんで、瞬間的な切れ味はこっちの方がいいかなっていう感じですね。でちょっと長いことずっと気持ちよくパンを切りたいっていう場合は、この波刃の方が、あんまり研ぎとかもしなくていいのでいいのかなという感じになっています。で、最初にちょっとお伝えし忘れてたんですけど、この2つの包丁両方とも同じ鋼材使ってて V 金15っていうステンレスの鋼材になっています。なので条件としては一緒に揃えています。刃渡りも、ちょっと形違うんですけど、刃渡りもどっちも21センチぐらいの刃渡りなので、長さも一緒です。で、厚みも同じサイズの厚みですね、この2つは。はい。っていう感じなんで、切ってみますか。はい、切ってみます。よう切れるけどな。どっちが切りやすいか言ってもらえたら。それこっちやな。確かに切りやすいのはこっちですか。切りやすいこっち。切りやすい。それでは続いてはパン以外の食材を切ってみたいと思います。まずはですね、トマト。一番よく切る食材かなと思うんですけど、これを切っていきます。トマトこっちも切れそうやろな。こっちの方が切れそう、イメージ的に。うわ、めっちゃ切れるわ。めっちゃ切れた。どうですか。それはこっちこっちやわ。比べ物ならん。全然違いました。全然違う。もうスバーって入っていくわ。断面も全然違う。ツヤツヤ。全然違う。これガタガタやわ。ね、こっちガタガタやな。こっちの今のトマトがパン切りで切った方のトマトの断面で、こっちが牛刀で切った方のトマトの断面です。全然違う。ツヤツヤ感が全然違う。入り方が違うもん。スパって入っていくもん。この社長がパカってした時にちょっとマットやなって思ったんですけどああ、なるほど。僕ちょっと引き切りでやってみます。確かになんか音がノコギリみたいなのがします。めっちゃ荒いわ。なんかだんだんってなってますよね。じゃあちょっと次牛刀でいきましょう。全然ちゃうやろ。全然ちゃうやろ。スッていきますね、こっちは。こっちはなんか、ガタ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 って。これ通りやよな、この。ね。こんな違うんや。ちょっとちなみにじゃあ、味も違うか。ほんまやな。見ましょう。せっかくなんでね。パン切りで切ったやつと牛刀で切ったやつで味が違うのかっていうのも見ていきます。じゃあ、美味しいと思う方から食べましょうか。普通の牛刀の方、いただきます。いただきます。このトマト甘っ。おいしい。おいしい。じゃあ次パン切りの方いただきます。全然ちゃうな。ねえ、酸っぱいですね。ザラザラなんか、美味しい。さっきのもだいぶ美味しい。牛刀の方が甘なりますね。甘く感じたな、それかな、確かに。はい。だいぶ酸味がこっちの方が出る感じでしたね。やっぱ違いますね、切れ味で。じゃあ一番難しそうなんで最後にします。じゃあこれ肉こちらです。で生肉切ることあんまないと思いますし、ローストビーフとかの方が切りにくいので、ちょっとローストビーフにして切ってみたいと思います。ということでちょっとローストビーフ作ってもらってるんでやっぱりかぼちゃ先にやっていきます。じゃあかぼちゃをやっていきましょう。いや、かぼちゃだけでもこっちであってほしいよな。かぼちゃ聞いたことあります？あんまないな。
ていうかな、ほぼ前の時の動画で切ったことある。自分の切りました。まだガレージ飯してない時で、いや、やばいなこれ。ギコギコした横切りみたいな人できへんねん。できないですか。もうこれできへんねんって。俺できるやんか。いや、できへん。できへん？うんあ、そうなんですか。ほんまやで。できへんって。ああ、なるほどね。できへんやろ。ちょっと待ってくださいね。進めへんねんって多分。めっちゃ左に入っていくの。めっちゃ左に入る。片場みたい。あ、まあそっか。波場が右からだけやからか。そんなことない。両方もなんだよ。この波のこれがこっちからしか取れない。ああ、なるほど。で、硬いから余計かな。これは多分、俺は無理やわ、これ。ちょっと言うといくわ。なるほど。まあ確かに、思ってた感じとは違いますね。もっと、ガチャガチャガチャって入っていってくれんかな、思った。そうですね。進めへんもん。ノコギリっぽく切れるかと思ったら、なんかそういうわけでもなかったですね。なあ。じゃあちょっと高さ変わっても。いや、この高さでちょっともう一回比較します。ちょっとこんぐらい一回落とします、ね。もう音もやばいじゃん。じゃあちょっとこれでいきます。なるほど。OK です。やばい、多分俺絶対切られへんもんな。じゃあ次こっち、牛刀いきます。滑らかですね。まあこのちょっと高さ変えたんで、これでもう一回パン切りからやってみますか。パン切りこれ大丈夫かな。俺ちょっと厚めにいくで、ちょっと力抜いてちょっとこっち向きに。こっちやな。そう、はい。厚めじゃない方が切りやすいですよね。いやいやいや、一緒やって全く変わらんって。これいや危ない。こっちにちょっと違うところこれ。同じところで見る。いや、そら分かるよ。ゆっくりじゅわーっていくのがこれやんか、思い出してきた切り方。こうやってこれ進め。危ない。ああ、なるほどね。下にだから力がかけれないですよね。そうかけたら止まんねん。進めへん。確かに。これはそういうことですね。ここれはほんまにギコギコ知らないと進まないんで、その切り方をやらんと無理って感じですよね。こういう感じで、力でいくと切れない。なるほど、そういうことか。引く力がいるんだから、こっちに下に押す力じゃなしに引く力がなかったらできへん。ちょっと切り方をこう引き切りに慣れてる人じゃないとそれやむずいかもしれないですね。引きなんかしたことないもんな。確かに。まあということで、かぼちゃも牛刀の方が切りやすいですよね。売れへんだよ、毎回言ってるけど。こんなかっこいい包丁やのに沿って。じゃあ次パイナップルやってみましょう。パイナップルは皮むかずに、これもこう輪切りにして、口が切りやすいかでいきたいと思います。じゃあまずやりますか、これは。やろうか。はい。パン切りからいきますか。パン切りからいこう。ちょっとどの辺いったらいいですかね。はい。むっちゃ切れた。やばいぐらい切れたで。うまいこと真ん中いってるやん。まっすぐいってるやん。これぐらい。いや、そらこっちや。そらこっちや。間違いなくこっち。いや、でもこっちも切れたで。あ、ほんまですか。今回は？今回は気持ちいいと思う。じゃあ僕ちょっと引き切りでいきますね。確かにね。3回ザクザク切れる感じですね。じゃあ次牛刀で。なるほどね。こっちは切れ味がいいって感じですよね。こっちはなんか切れるって感じですね。いや、こんだけ違うもんやねんな。はい、ということで社長の奥さんにね、ローストビーフ作ってもらいました。ありがとうございます。はい、じゃあどうしよう、また社長から切ってみますか。パン切りから。はい。切れるわ、めっちゃ切れてる。切れるんちゃう？今までで一番切れるで。じゃあ次切ったら牛刀で。
これこっちの勝ちやな。初めてちゃう？待って、初めてやん絶対。りょうたもそう思うて。でもこう見てる感じこっちの方が綺麗には切れてますよ。マジで？まあ引き切りでじゃあいきましょうか。牛刀。やっぱ牛刀？マジで？マジ？ちゃうなんか。だいぶ牛刀ですね。まあそうか、初めてこれかな思ったけど違う？食べてみましょう。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。ほんまにちょっと引き切りでやってよ、俺も一回。よう切れてるで。下が白く。なんでこうなの？これが切る。これやな。牛刀やわ。まあでもあったかい状態のねローストビーフを、まあそもそもこれはめっちゃ切りにくいので、まあこれを切れるっていうだけでもね、切れ味がいいっていうことです。長さん方がええんちゃう？進められへんパートさんのみんな。まあなんでかっこええしかないで。まあかっこよくてこの波場があることで、まあ、切れ味がめっちゃ長持ちするっていうことが、まあ、一番のメリットなんで、パン切り買う時は、まあ、特にパン切り包丁って基本パンにしか使わないんで、まあ、切れ味もそもそもパンしか使わないんであんま落ちないです。まあ、研がずにずっと使いたいという方はパン切り包丁を使ってください。で逆にめっちゃ切れ味が欲しいっていう方は牛刀とか筋引きとか買って自分で研いでやる方が切れ味はいいので、まあ、そういう方は牛刀とか筋引きをおすすめしていますっていう感じですね。そうやな、研がれない方にはどうというように、確かにもっと濃いやな。そうなんですよ。だからこれはみんいるんやな。人気なんですよ。なるほど。はい。分かった。だから切れ味を求めるっていう時はやっぱ牛刀とかになるって感じです。勉強したわ、ほんまに。こんなんいつ売れんねんみたいな感じになってたのに。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、皆さんも、まあ、パン切りと牛刀、まあ、いい感じに使い分けながら、まあ、いろいろ切ってみたらいいかなと思います。で、まあ、特にパン屋さんとかは、まあ、どうしても研ぐ時間とかないでしょうし、まあ、パンしか切らないので、まあ、長持ちする方がいいっていうこともあると思うんで、まあ、パン切り結構使われますね。で、まあ、パン屋さんでも角のこの綺麗さめっちゃこだわる人は、まあ、牛刀がいいかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。